んにちは。こんにちは。今回は6年片思いしてくれた彼が音信不通&ブロック。やることなすこと全部正解と開き直ったらスルスルうまくいったです。はい、せーの。おめでとうごおめでとうございます。すごいあったね。はい。6年片思いされた。相手が自分を好きで居続けたって初めてのパターンじゃない？そこが面白くて取り上げたいんですね。はい。相手がずっと好きっていうのはさ、なかなか興味深くないですか？はい。ほんとそうですね。じゃあ早速行きましょう。スタート。はい。ご報告者さんは A さん30代の方です。2015年彼と出会う。バイト先の夜の店。ずっと片思いされる。2021年夏、彼を意識し始める。2022年3月、お店を卒業。同じ年の5月、上旬に音信不通になり、下旬にブロックされていることがわかる。6月末、褒めれんに出会う。8月15日連絡が取れる。8月28日お付き合い開始。はい。ずっと片思いされてたってところがやっぱり気になるね。どんな出会いだったの？はい。2015年頃、当時20代の私は、昼食と掛け持ちでクラブ、かっこ水商売のバイトをたまにしていました。そこに接待で上司から連れてこられた4歳年下の彼と出会いました。はい、出会ったその日に彼に一目惚れされ、そこからずっと片思いされていました。当時私は他に付き合ってる人もいたし、彼のことは全くタイプでもなく、お店のお客様としか見ていなかったです。その後、6、7年はお店に通ってくれましたが、店外で会いたいと言ったり、口説いてくるなどの行動が一切なく、誠実さを感じ、一緒に話しているととても落ち着いた気持ちになりました。私の愚痴や相談も親身に聞いてくれて、異性としての感情はないものの、人としてとても大切な存在になっていきました。なるほど。でもこれさ、彼は一目惚れしてるわけでしょ？はい。彼女のことが好きだから、下手に口説いたりできなかったとかあるよね。彼には異性としての感情はあったはずだから、そういう意味では辛いかもしれないよね。そうなんですよね。実際、2021年の夏に、知り合って6年後ぐらいなんですけど、こんなことを言われるんですね。所詮俺はどこまで行ってもお客さんだし、A ちゃんのこと諦めたいから、と飲み会に参加し、そこで知り合った女の子と何度かデートをしていることを聞かされました。結局その子とは付き合うことはなかったのですが、その話を聞いたときに自分の中に嫉妬心があることに気づき、私も彼のことが好きなのかもと思い始めました。やっと気づいたんだね。そうなんですよ。でも A さんのような気持ちもね、わかりますけどね。そうだよね。最初にお客さんとしてだとなかなか切り替えられないのもあるだろうし。意識をし始めてからトントンうまくいったわけではなかったんだよね。そうなんですよね。2021年の冬頃から私から積極的に連絡するようになり、お店で会う以外に外で食事もするようになりました。彼から遠回しに付き合いたいというようなことを言われたこともありましたが、やはり私の方が相手はお客様という理由から付き合うことにためらいがあり、はぐらかしていました。彼もはっきり告白して振られたらこの関係が壊れてしまうという理由から、徐々に付き合いたいというようなことは言わなくなっていきました。2022年3月に私はお店を卒業します。今までは最低でも週に1回はお店で会えていたのですが、私がお店を卒業したことにより、
会える頻度が激減。彼はとても多忙な職業かつ奥手なので、なかなかお誘いをしてくれない。たまに誘ってくれても、いつも平日の仕事帰りに食事をして帰るだけ。私が好きアピールをしても告白もしてくれないし、休日に会えないのはもしかして彼女がいる？それとも本当は既婚者？彼のことをどんどん好きになっていくと同時に、どんどんこじらせて不安や不満が膨らんでいきました。彼が LINE をくれてもわざと既読無視をしたり、電話をしてくれても意地悪なことを言って彼を困らせたり、元彼の話を出してわざと彼にやきもちを焼かせてみたり、そんなことばかりしていました。2022年5月頭、その日仕事帰りの彼と会ったのですが、帰り際にまた私がめんどくさい態度をとってしまいました。その日を境に電話をしても出ない。LINE を送っても未読のまま。そのまま彼と音信不通となりました。これは A さん第三者から見れば結構振り回してるように見えちゃうかもしれないよね。彼からしたら6年ずっと待ってやっぱり振り回されてるみたいに思ったっていうか。そこですよね。これ悪い意味じゃなくてですね、めぐるは取り上げたいと思ったのはここで、A さんにはそのつもりはなくても、彼からすれば結構な勢いで振り回されてると感じたかもしれないと思ったんですね。でもそれって A さんに好かれてる確信がどこかにあったからだと思うんですよ。もちろん A さんが彼を意識するようになってからの数々のこじらせ言動っていうのは、自分が好きになったゆえに出た態度だと思うんですけれども、でも彼に好かれなきゃって必死になってる人の態度とは違うと思うんですよ。そうですね。そこが興味深いなと思いましたね。はい、本当ですね。A さんは潜在意識の知識はもともとあったのかな？引き寄せの法則も潜在意識も言葉を聞いたことはありましたが、活用したことはありませんでした。彼と音信不通になってから、音信不通、復縁などで検索をかけていた時にホメレンさんの動画にたどり着き、こんな魔法みたいなことがあるんだとすごくワクワクしましたが、そう思うをしているのに現実が変わらない。彼の妻になりきって毎日過ごしているのに何も変わらない。毎日うまくいくと唱えてもイメージングしても変わらない。何かが間違っているんじゃないか。もっと他にいい方法があるのではないかと本やブログや動画を漁る日々でした。なるほど。A さんがホメレンの動画で参考にしてくれたものはあるのかな？はい、一気に紹介しますね。これです。大好きな彼を不足にするな。何が何でも彼と自分を不足にしない。彼より自分。あとは復縁報告動画一式となります。はい。主に彼に関する不足の動画などを見てくれてたそうです。また、私もいつか報告したいって思いながら復縁報告動画をいろいろと見ていたので、その願いが叶って嬉しいですとのことです。はい。この不足関連のこの2本はセットで見てもらうといいですよね。なんでわざわざ大好きなのに不足にするのって、これ A さんの当時の心境にもぴったりだったのかもしれないね。いや、ほんとそうですよね。はい、じゃあ先に進めましょう。彼と音信不通になってからどうなりましたか？1ヶ月ほど毎日泣いていました。なんで？6年以上も私のことが好きだと言ってくれていた彼と連絡が取れなくなるなんてみじんも思っていなかったので、とても衝撃だったしショックでした。あんなに好きと言ってくれていたのは全て嘘だったのかな？本当は悪い人でからかわれていただけなのかなと、あることないこと被害妄想しまくっていました。同時に自分がいかに彼の気持ちを考えずに行動していたか、自分が愛されたいばかりで彼を試すようなことを言ったり、わざと突き放すようなことをしてみたり、やきもちを焼かせたり、
振り返れば、いつも彼は私のことを肯定して味方でいてくれていたのに、私は彼をたくさん傷つけて追い詰めてしまったという後悔で、やりきれなくて自分をたくさん責めました。まあでも大なり小なり自分が気づかないうちに相手を傷つけてしまうっていうことはあると思うんですよね。そこに気づいただけマシというか。そうですよね。改めて大きな気づきもあったそうです。昔から日記を書くのが好きだったのですが、彼と音信不通になる前、私が彼を意識し始めて以降の日記を読み返していたら、辛い、悲しい、寂しい、こんなことならもう会わない方が楽かもというようなことがたくさん書いてあり、ここで初めて褒めれんの言っている、そう思うからそうなるってまさにこれじゃん。音信不通は私が引き寄せたんだ。だったら彼とまたやり直すのも可能かもしれない。と思って潜在意識を活用し始めました。なるほど。確かに書いてあることを聞いてる限り、うまくいかない自分になってたんだね。はい。以後、1ヶ月ぐらい、すでにそうなっているを実践しましたが、どう頑張っても現実は変わらなかったです。いろんな人のブログで執着を手放した方がいいと書かれていて、執着を手放してないから叶わないのかなと思い、毎日やっていた彼とのラブラブなイメージングを一旦やめてみました。すると心の中の自分が、それって彼のこと忘れることになるんじゃない？大丈夫？叶わなくなるかもよと語りかけてくるんです。執着は手放した方がいいという意見と、それを否定してくる自分。じゃあ一体どうしたらいいの？と頭の中がぐちゃぐちゃになり、脳内が疲れ切ってパンクしたのか、もう知らない、めんどくさい。誰が何て言ってようが自分のしたいようにすればいいじゃん。執着しようがなんだろうがそれでいいよ。私のやることなすこと全部正解と思ったのです。そうしたら今までもやもやしていた気持ちが解放され、一気に楽になったのです。気持ちが楽になったことによって、これでよかったんだと改めて感じました。はい。ここは大きな転機ですよね。はい。ぐちゃぐちゃ考えた挙句、結果としていろんなことを手放してしまったら楽になったっていう。そうなんですよ。ぐちゃぐちゃに思考を使って考えた挙句パンクして手放す。こういう思わぬ形で手放してしまえることっていうのもあるんですよね。別にこれ手放さなくてもいいんですけど、辛い、苦しいスパイラルにハマっている時っていうのはやっぱり楽になる方を優先したいですよね、心理的に。そうですよね。自分のしたいようにするって決めてからはどんな感じになったんですか？かなり振り切れていました。自分がこの世界を作るんだという感覚が強くありました。まずはノートに考えをすべて書き出し整理しました。私はすでに彼とラブラブでいるとか、彼の妻として振る舞うなど、すでに叶った自分でいるというのは心のどこかで納得していませんでした。だから叶えたい願いはすべて予定にしました。よく願望実現と水を飲むことは同じって言いますよね。私は水を飲むって思っても、魔法みたいに目の前に水が出てくることはないじゃんって思っていたんです。でも、水を飲むイコール予定という考え方にすれば納得でき、どうやって水を飲むのか、水道をひねるのか、冷蔵庫に取りに行くのか、コンビニに買いに行くのか、ネットで注文するのか、については潜在意識に任せることができたのです。また、結婚してラブラブになるなど、彼とこれからしたいこと、生きたいこと、叶えたいことを思いつく限りたくさん予定としてノートに書きました。タイムラグは準備期間としました。旅行に行くという予定を決めたら、そこに合わせて準備しますよね。どこに行くのか、どうやって行くのか、何を着ていくのか、何を持っていくのか、などなど準備をする。現実が動かない時間は、会えた時にどこに行こうか、
どのお店で食事をしようか、どんな話をしようか調べたり考えたり、彼に可愛いって思ってもらえるように筋トレを始めたり、スキンケアをしっかりしたり、デートに着ていく服を買いに行ったり、準備期間と捉えました。こうしていると現実が動いていない時間も忙しくて苦じゃなかったです。潜在意識に全てを任せるのではなく、予定や準備という言葉を使うことで、叶えるのは自分というスタンスになれたことは自分にはとても合っていたみたいです。これはすごくいいね。はい。A さんなりにご自分のことを見つめたからこそこんな風にできたんだよね。私たちは、すでにそうであるとか、すでに叶ってるっていう言い方をするけど、それが受け入れられない人だってたくさんいて、だったらどう解釈したら自分はやりやすいのかっていうのを自分なりに考えていくことってすごく大事だよね。そうですね。予定や準備期間という考え方は合う人はたくさんいると思いますしね。はい、そうですね。で、A さんの恋愛成就の経緯はどうだったんだろう？はい。したいようにすると決めて10日ほど経った頃に、今週の日曜に彼と映画に行きたいな、よし行こう、となぜか急に思ったんです。ずっとブロックされていたし、LINE も未読のままだったので、私から連絡する気は全くなかったのに、恐る恐るブロックを確認すると解除されていたので、3ヶ月ぶりに元気にしてるとだけ送りました。しかしメッセージは既読はつかず未読のまま、不思議と悲しくはなかったです。返信がなくても彼にまだ忘れてないよってことが伝わればいいか。きっとこのメッセージも何か動くきっかけになるから大丈夫。全部意味のあることととても前向きな気持ちでした。すると映画に行きたいなと思っていた8月15日の日曜日の夜にずっと連絡しなくてごめんと返信が来たのです。正直こんなに早く来るとは思ってなくて手が震えたし、展開が早すぎてまだダイエット終わってないよと思っている自分もいました。そこから電話で数時間話したのですが、連絡したかったけど自分から音信不通にした手前、連絡する資格がないと思っていたこと、A ちゃんからメッセージをもらって連絡する勇気が出たと謝罪され、その後は音信不通がなかったかのように前みたいに楽しく会話できて、翌週には見たいと思っていた映画にも一緒に行きました。こうして話を聞いていても音信不通って本当に関係ないよね。はい。ただ連絡が取れるようになって以降ですよ。エゴが大暴れしました。彼は奥手だし連絡もまめではなく基本短文、向こうから話を振ってくることもないので、エゴが出るわ出るわで全然私の修行が足りてないと思いました。はい。A さんはその A さんなりのエゴ対策があるんだよね。そうなんです。これすごいね、いいんですよ。私の一番しっくりきたエゴ対策は、心の中の自分との交換日記です。もともと日記を書くのが好きなので、エゴったらひたすらノートに書き殴り、もう一人の自分がそれに対して返事を書きます。例、彼が短文で返してきた。私とやりとり続けたくないのかも。やっぱり私のことあんまり好きじゃないのかも。私ばっかりが好きみたいでバカみたい、寂しい。で、この下に違う色のペンで返事を書きます。彼は LINE するのがとても苦手って言ってたよね。友達にはスタンプでしか返事しないって言ってたよ。短文だとしても返事があるのは彼なりの愛情表現だと思うな。だからそんな風に思わないでもっと自信を持って。彼は A ちゃんのこと大好きだから大丈夫。安心してね。こんな風にするととても気持ちが楽になるし、彼の不足に目を向けちゃってたなって改めて気づけます。
慈愛にもつながっているのかなと思います。はい。これめちゃくちゃわかりやすいよね。エゴに返事っていうのがいいし、それを可視化できるのもいいよね。そうなんですよね。参考にできる人はたくさんいるかもしれないですね。で、付き合う経緯に戻りますね。はい。映画に行った翌週も、誰が見てもカップルのようなラブラブなデートをしたのに、告白してこない彼にもやもや。でも以前の私とは違い、叶えるのは自分というスタンスなので、自分から告白したらあっさり OK。以前なら彼を疑ってこじらせて自爆していたと思います。今は彼のないよりあるに目を向けているので、言葉が足りなくても不器用でも、ちゃんと大切にしてくれているんだなと実感できています。付き合った後、彼が A ちゃんのことずっと好きだったから泣きそう。現実じゃないみたいと言ってるのを聞いて、もはや彼も無意識に潜在意識で願望実現しちゃってるじゃん。私が突然彼をこんなに好きになったのは、彼の潜在意識がそうさせたのかと思い笑ってしまいました。彼も私と付き合ったらという妄想をよくしていたそうです。いやーでもこれ本当にそう思っちゃうようなケースなんだよね。そうそう、そこも面白いんですよね。潜在意識はそう思うからそうなる。彼とラブラブと思うから彼とラブラブになると。で、自分がどう思うかが全てってよく言ってると思うし、これは鉄則なんですけど、なんていうかこういう話を聞いてるとさ、まるで彼のストーリーというか、6年片思いし続けて心が折れるも、彼女から連絡が来てお付き合いスタートみたいな感覚になるんですよね。面白いんですよね、本当に。いや、本当面白いですよね。はいはい。A さん改めて、はい、おめでとうございます。はい。はい。A さん、褒めれんにメッセージくれましたよね。はい。ありがとうございます。読み上げますね。私のやっていることは褒めれんで言われていることとかなり相違があると思います。めぐるさんのようにそう思う。それだけで終わりとできるのが一番最強です。でも私はもともと現実主義な性格だし、疑り深い。だからこそそうなるためにそう思うをしてしまっていました。復縁報告動画でもよく言われていますが、本当に人それぞれ自分に合った方法を選択してほしいです。誰かがこうして叶ってたから私もこうする。それだと知らず知らずのうちにそうなるためにそう思うしてしまうと思うのです。もちろんそれがしっくりくるなら問題なしです。私もそうだったからわかるのですが、〇〇した方がいいですか？〇〇しない方がいいですか？と質問している方をよく見かけます。質問をする時点でどこかで不安を感じていたり、疑ってしまっている自分がいるはずです。そんな時は常に自分の心に問いかけてほしいです。私はどうしたい？そう問いかけた時に出てくる言葉があなたの正解なんじゃないかと思います。私はイメージングが好きだし、書くことも好きだし、潜在意識に丸投げするだけじゃなくて自分で行動することが好き。だからこの方法を選んだだけです。執着することも好きだから手放す気はさらさらありません。でもそれでいいんです。皆さんもそれぞれ好き勝手な方法を選んでみてください。そう思うからそうなります。次の私の予定は爆速で彼と結婚するなので、達成できたらまた報告したいと思います。皆さんにも爆速で幸せが訪れますように。はい。いやー、A さんは自分に合った方法を見つけたって、それに尽きるね。すごいと思います。めぐるが言うからじゃなくて、めぐるが言ってもできないものはできないんだよって。そこからじゃあどうしたら、どう考えたら自分にしっくりくるのか楽になるのかちゃんと答えを出してるからね。はい。そこがすごいです。本当ですね。そもそも彼が続婚だったっていうところもとても面白いケースだなと思いました。
はい。その点も含めて、本当面白い報告動画になりましたね。ですね。はい。というわけで、今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。スーパーサンクスもいただいてます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。